はい、皆さん、バンス。喉の調子が。はい、とりあえず、始める前に、無料ガチャ引いとこう。はい、外れー。持ってるんだ、この。真実は一つと限らない。配信始める前にね、これずっとやってた。結構溜まってた。壁をぶち破れば新しい道になる。この姿を見てくれたらということで、ウウニニガオラさん番宣。ちょっと待ってね。よし。じゃあ、プロローグ。続きかな？プロローグ始めたいと思います。ワクワク。あ、更新がいるのね。じゃあ、めぐみんとお別れした後から一体どうなるのか。あ、めぐみんから始まるんだ。うわー、トリックトリックおかしいやろ。なぎささん番数。トリックオアトリートな。めぐみ今からどうやって生きていくん？いてつくいぶきと、何これ、はぜる感情？自身がナービである事実を知ったかよもりたち。吉さん番数。それぞれ葛藤と向き合い、かよもりたち5人は戦うことを決意したが、あれ、めぐみんって名字なんだったっけ？相川さんだっけ？は自分の弱さに打ち勝てず除隊することを選び新しい道を歩み出した。ご飯食べたよ。ご飯、天ぷら、レンコンとさつまいもの天ぷら。毎回警告出さんでいい。めんどくさいから。揃ったようね。31A ですか？そう、天ぷら。休暇は楽しめた？楽しめねえだろう。ああ、ハッカーのユッキーとボートに乗って海釣りでハッスルしてきた。ガチ？してねえし、ハッカーはボートに乗って海釣りなんかしねえし、ハッスルっていつの時代の言葉だよ。一個ずつに丁寧にツッコミを入れていく。ハッスルするのはこれからじゃ誰に？もしかして私に？シャキッとしとらんとその首に刃が向くかもな。するハッスルしたりましょう。怖いぐらいいつも通りね。ほんとね、なんかもうちょっとめぐみんがおらんくなったしょぼーんみたいのあるかもしれんなってきっと司令官思っとったやろうにね。この私も若干引いてるぐらいさ。あ、そうなんだ。引くなよ、ハッスルの言い出しっぺだろ。炊き込みご飯と天ぷら。あ、吉尾さんの晩ご飯。ナイスハッキング。立ってただけだわ。じゃあ早速だけど、今後の司令部の戦略方針にも関わるから、一通り聞いておいてちょうだい。まあね、一人減っちゃったからね。あなたたちが倒した2体のフラットハンドのそういう追加問題じゃない調査結果が出たわ。おお。あれだけ苦労させられたんだから、いい情報であってほしいぜ。アブレンガオ3番せ。乗鞍岳、御嶽山はキャンサーの活動が低下していたことが判明。どうやらあの2体のフラットハンドはそれぞれの3階のハブだったようね。まあそうでしょうな。またキャンサー同士にはテリトリーのような概念があることも分かったわ。あ、そうなんだ。縄張りってことよね。ハロウィンの予定なくなり30。あ、そっか。本当は先輩誘ったみたいに言うとったもんね。ハッスルハッスル。なんでそのまだ実証中ではあるものの、感じ？キャンサーの行動圏内をシミュレートして浮かんだ説よ。あ、なるほど。2体のフラットハンドは
レッドクリムゾンがいなくなったため、霧ヶ峰までテリトリーを広げようとしていたと考えられているわ。ああ、なるほどね。だから現れたという。あら、茅森さん。わけがわからないという顔ね。嘘でしょ。昨日京都デートマジ楽しかった。いいことも悪いことも起きた。そうな。楽しかったのは何よりやけど。なんて聞いたらバカだと思われる。愛してるという意味だ。指ハートこれにしよう。あ、メンタルか。クレイジーあげたかったんだよな。指の皮でも剥けましたか？そうきたか。いえ、指ハートを送りました。霧ヶ峰ってあれエアコンとかのってそう。ここで言われてるのは地名やけどね。誰に対してですか？鉄が司令官に対してです。窓3番す。何のためにですか？ズカちゃん愛してると伝えるためであります。なるほどなるほど。愛してると伝えるために上官に向かって指ハートを送ると。はい。くるくるパーカー。また切れさせたか。そろそろ何かのグッズになって売り出されそうです。くるくるパーカーというグッズがあったと伺っております。いや、言葉として商品化は不可能だろ。しかもこのご時世誰が買うんだよ。エーペックスだけ？何の話？エーペックスかとした？ユッキー要約して。レッドクリムゾンに続いて2体のフラットハンドを倒しただろ。松本拠点までをテリトリーとする巨大キャンサーがいなくなったわけだから、空白地帯ができたってことだ。じゃあまたでかいのが来るかもってこと？そうよ。人類の生存権をあそっ一気にちね広げるチャンスが訪れたの。復縁できましたよ。なんなら向こうは復縁したくて誘ったやろって言われたからバレてたね。まあバレるよね。よかったやん、復縁できたなら。だって歴代で一番いい彼女やったやろ。なるほど。これも 31A をはじめセラフ部隊全員が奮闘してくれたおかげよ。そうだね。いやいやいや。なんでここぞとばかりにお前が照れるんだよ。全員って言ったろ。軍の戦略方針として次の攻略地点は京都とします。京都。京都？なんだよ、嫌なのかよ。京料理ってさ、味が薄いじゃん。パンチがないっつうか。京料理苦手なんだ。素材を生かす味付けなんだよ。私は大好きだよ。じゃあやる方向で考える？私らのさじ加減で決められねえんだよ。命令なんだよ。それを聞かされてる真っ最中なんだよ。しばらく黙ってなさい。料理が嫌いだからそこのキャンサー倒さないはおかしいんだよな。いいことが復縁できたこと、悪いことはお酒飲みすぎて起きたら彼女の家やったそれは悪いことなんよくわからんけど。スージーちゃんも女の子どういうこと？はーい。女の子とはダースクロップ3番ス。ハッピーハロウィーンハッピーハロウィーン。京都の人はせっかく悪い人しかおらんやろ。偏見ではないです。そんなこともないんじゃない？よく知らんけどね。京都の友達おらんから。京都には放棄された次世代エネルギー研究所があり、プロトタイプの発電ユニットが眠っているわ。なるほど。このユニットと技術資料を入手すれば人類が抱えているエネルギー問題を解決する突破口となる。なるほど。あ、声が。そして第 31A 部隊に新規作戦参加の命令を下します。一人足りないのに。どんな？ 31A には京都までの行軍路を割り出すため偵察を行ってもらうわ。はい。まずは名古屋拠点までの偵察を完了させて、その後に京都までの偵察よ。お長期間の行軍となるから覚悟してね。もう旅行やん。うへー。その前に相川さんの穴埋めね。臨時隊員を1名選び、明日木曽駒周辺の調査を兼ねて連携を確認しなさい。おー、いろんな部隊が欠けてるからね。加えるの？そうよ。5名のままじゃ大規模作戦の部隊編成で支障が出るのよ。そうね。そんな日が来るとは思ってたけど。石井さんとも
くやれましたし、大丈夫ですよ。ノーマルスージーちゃん、今日はね、ノーマルですね。名古屋行きたい。名古屋で何するん？おたまさんがそういうのなら。でも無理してないかな。それは誰を選んでもいいの？ 31B なら再編成中だからいかようにも。後で相談しなさい。 31B だけですか？了解。 30G とかもさ、人一人減ってるから再編成するでしょう。ウイローでも食べたい。ウイローってどんなやつ？名前は知ってるけどどんなやつかよく分かってない。じゃあとりあえず 31B のとこ行ってみる？この先どうしても必要みてえだからな。 31B か。めぐみさんの帰りを待っている間も事態は動いていますしね。ったく朝倉とわしで2人いるようなものなのにね。そういう考え方もできるか。でも戦うのはカレンちゃんだけじゃない？名古屋で食べ歩き、都会は可愛い子おるやろ。いや、復縁したんやったらもう可愛い子あさらんで。四角いやつ。四角いやつと言われても、もうちょっとあるやろ、なんか。なんでしょう。ナイス情報。その通りだ。みんなルカみたいになってくじゃねえか。しかも重宝してねえわ。周知の事実だわ。31B の教室へ行ってみるか。 31B 誰連れてくん？ルート選定は完了しましたか？ 31B か。やあ、いちごにすもも。白子もいるな。白子かな、連れてくなら。なんかさ、他の人連れて行きづらくない？名古屋って名古屋城あるやろ。行ってみたい。お城に興味がおありで。和菓子ですね。甘い寒天みたいなやつ。あ、そうなんだ。鬱陶しいのが来たにゃ。寒天みたいなやつだったら食べなくていいかな。あれ、司令官から聞いてない？聞いてるよ。あ、聞いてるんだ。一人連れてかれるっていうのね。ピーって青いおったところやでな。そうやでな。誰が 31A に加わってもいいの？まだ再編成中だしな。しばらくは野営地での任務もあるし、部隊よりは個人で動く見通しだから名古屋城しか知らん。名古屋、スージーさんはね、水族館行ったよ、名古屋。水族館とあとどこ行ったっけ、名古屋遊び行った時。で、誰にするんだ？なんか駅のね、駅の中の、なんだっけ、ひつまぶし食べ行ったよ、ひつまぶし。ずっとドライヤー壊れたから買いに行ってた。お風呂上がり寒かった。ドライヤー壊れてたのになかなか買わんやったん。そりゃ寒いよ。だってもう夏じゃないもん。髪の毛濡れてたら寒いでしょ。よしよしよし。どうしたの、白子？俺が行くっつってんのかな。女の子か白子。白子が来るって言ってるんどうじゃない？やら白子が一緒に行きたがってるようだにゃ。おお、すももが言うなら間違いねえな。そうなの？そうなの、白子？行きたいんだ。あの時と同じにゃ。茅森ならわかるはずにゃ。葵を失った時の。そうか。白子は心が弱ってる相手に寄り添うんだったな。そっか、心配してるんだ、白子なりにね。見透かされちまったぜ、白子。暇つぶしにひつまぶしを食べる。ひつまぶしはそんな暇つぶしで食べるような食べ物やないやろ。ありがとうな。よーしよしよし。結構いいお値段するんだから。プルプルでした。寒くてプルプル震えとったって。噛まれるところだった。腕がもげるところだった。白子なりの威勢のいい挨拶にゃ。よろしくって意味に。よろしくな。よしよし。
んな差あるってぐらいのさ。うるさいやつだにゃ。茅森、白虎よろしくな。こいつも思うところあって力になってやりたいんだろうしさ。そうやな。わかったけどずっとじゃないよ。一時一緒に任務をこなすだけだよ。それは白虎も分かっててくれ。ありがとう。まあね、めぐみんが帰ってくるでしょうから、きっと。このままみんなでランチとしようか。白虎も一緒に。そうだな。腹が減ってはなんとやらだ。ドライヤー壊れたらすぐ買いに行くんじゃない？だってびっちょびちょだと困るもん。まあでも電気屋さん近くにないからな。アマゾンかな。次の日には来るでしょう。白虎も腹空いてるのか。よーし一緒に行こうな。白虎ってセラフどんな形なんかな、わかんない。見たことでも見たことあるか。白虎で戦ったことあるよね、そういえば。トラタイガース。こっち？ドライヤー壊れたらすぐ買うね。自然乾燥髪に悪いって言うよね。言うね。らしいね。スージーさんもせっかく髪の毛の新メニューサラサラだから、で協力したよね。ちょっとそれは。しかもずっと濡れてたら気持ち悪くない？何？パルクールみたいな料理名あるんだけど。何パルクール？バラクパニール。ほうれん草のカレーね。パラクパニール。へえ。キーマってのはよくあるひき肉のカレーだよな。このダルってのはインド豆のカレーのことね。へえ。スタファルってのはそれはかぼちゃのカレーね。いっぱい何種類かカレーがあるんだ。なるほど。バターチキン。バターにチキンなんて間違いない。アマゾンか。次の日まで我慢なのね。それらから2種類選んで、電気屋さん遠いんだもん。ご飯も選べるみたい。今度はインド推しかよ。ほんとどこに向かおうとしてるんだよこのカフェテリア。そういえばスージーさんは無印のナンをフライパンで作れるナンの素みたいなやつを買おうかどうか迷ってんだよね。なんて時々食べたくならん？まあまあそんなことないか。それで士気が高まるんだからいいじゃん。白虎は何食べるの？おっと白虎はカレーなんて食べないよな。何がいいんだろ肉だよね。厨房で生肉でももらってくればいいだろうよ。う。じゃあちょっと行ってくる。白虎のご飯くださいで通じるんじゃない？ステーキ用の生肉これでいいのかな。喜んでるみたい。よしでは戦う力になってください。いただきます。いただきます。このバターチキン甘くて美味しい。みんな2個ずつなんだ。ですね。おやつに出てきても嬉しいレベルです。変なとこで意気投合してやがんな。白虎も夢中でがっついてるな。こうやって見るとカレー食べたくなるけどね。スージ普通のカレー好きじゃないんだよな。早っ。もう食べ終わったのか。水でも飲んで休んでておくれ。食後のチャイがカレーの後だと最高ね。なんかそんな何カレーわかんない。でもなんか普通にご飯にかけて食べる日本のカレーは好きじゃない。あ、でもね、和風だしで溶かしてっていうか、なんていうの、ちょっと和風の味付けにしてなんか丼にしたりとかは好き。普通のカレーは好きじゃない。日本のやつ落ち着く。が逆に多分ね、海外のカレーの方が好きかも。引っ越す前にっていうか、弁当屋さんで働いてた時にネパール人がくれたカレー美味しかったよ。
カレーって全部同じじゃないよ。どこまでインド推しなんだよ。外国のカレー全然違うさもんね。すがは我らのカフェテリアといったところだね。ところでお前らは知らないかもしれねえけど、最近司令部の動きが活発みたいだぞ。拠点改編の発令が出てるのは見たか？何それ？宿舎横の掲示板に貼ってある。直接あたしらに影響はないが、体制が大きく変わるから見ておけ。後で見ておくから、今は要約して説明して。そしたらもう見なくていいじゃん。お願いします。ハヤシライスとカレーの違いわからん。全然違うやろ、味が。くそ面倒なやつらだな。まず松本拠点の復興が進んでる。イージスタワーの調査と合わせて前線基地として復活させようとしている。なるほど。加えて仙台拠点との配置換えが近くあるらしい。七瀬から聞いたからほぼ本決まりだろう。おう。仙台拠点？そんなのあったんだ。あるんだよ。仙台方面の守備があったからこそ、あたしら 31A がずっと西に進軍できてるんだ。松本拠点に基地機能を仙台拠点の人員ごと移転させる予定らしい。今後仙台拠点は補給基地として役割を変え、北陸東北地方の防衛は前線に近い松本拠点が担うことになる。いずれあたしらも松本拠点から発令される任務に駆り出されるだろうな。そうなんだ。司令部は敵の攻勢が弱い北陸東北地方を別動隊で解放するつもりだ。後で見とくわって絶対見ないやつ。インド人これ美味しいなんて料理。日本人カレーだよ。そう、日本のカレーとインドのカレー違うからね。これがって思うやろうね。スジちゃん仙台行くの？行く予定ないですけど。ハブ役のキャンサーはいないから統制された敵集団はいないが、それでも強敵は点在している。それらを討伐して安全圏を確保し、新規ドームや資材工場を増設したいんだろう。みんな理解できてない？もしかしてこれは。なんで全員黙ってんだよ。誰も何言ってんのかわからないからさ。やっぱり誰か一人でも分かってくれ。とにかくキャンサーどもやればいいのだろ。いっしゃー！任せておけ。まあそうだね。レンちゃん、泉さんはそんなこと一言も言ってないわ。ならなんと言っておったのだ。食後のチャイがカレーの後だと最高だって。それは自分が言ったんや。そうであったの。言ってないわ。それ言ったのお前だわ東條。仙台いいよ。行ったことないけど。行ったことないんかい。8月8日の七夕祭り、7月7日ね。1ヶ月遅れてるよ。簡単に言うとあれやろ、松本拠点から依頼来るってこと。まあそういうことやね。美味しいもの食べていられる今は幸せってことだな。みんなも感謝しろよ。そんな言葉で今の話まとめられるのかよ。全然違うけどな。これは見ても一緒やったな。お、301じゃないですか。よいな先輩、今から出撃？犬の餌を食べたことありますか？猫の餌は出汁っぽい味が多いのに犬の餌臭いものが多くて当たり外れの差が激しいですよね。カントさん、バンス、こんばんは。そうなんですか？食べたことないですね。なんか犬用のビスケットかなんかを妹がちょっと味が気になるから食べてみよっかなって言ってた気がしたけど、基本食べようと思いませんね。匂いが無理だもん。仙台の祭り8月8日に七夕祭りすんの？ガチ？ 7 月7日じゃねえの？1分でわかる説明5分とかする人おるよね。普通にイライラする。容量が悪い人ね。ルカか。スジも
容量が悪いっていうか説明苦手だからかかっちゃうかも時間。なんか途中で自分が何言ってるか分かんなくなっちゃうんだよね、人に説明してる時。 30G はしばらく共同体として野営地に配置されることとなった。そうなんだ。ムラニャンはまだ復帰してないのかな、あの感じからして。仙台なら牛タンずんだ餅もあるよ。食べたことないけど。ちょっとサイコパスっぽい質問しました。まさか回答していただけるとは。いやー、なんか特別なんていうの、ちょっと答えづらい質問じゃなければ大体答えますよ。なんかちょっとそれはセンシティブだなーみたいなことじゃなければ多分。実家の猫の餌、鰹節大好物でした。鰹節食べるのね、まあ食べるか猫。でも猫も意外となんか魚じゃなくて肉が好きみたいな誰か言ってたな。猫だって肉の方が好きなんだよみたいな。そうなんだと思って。まあ確かに猫陸で生きてるからね。むしろ魚を食べる機会そんなねえよなって思ったわ。ずんだもんくんなのだ。ずんだもんね、なんか YouTube の動画でいっぱい上がってるよね。そうそう、8月8日でした。そうなんだ。七夕の飾りすごかった。ゆいな先輩が基地からいなくなっちゃうの？仙台行ったことないからな。なんかめっちゃ皮むけてる数字。やばい。猫飼ってる人独特な匂いする。そうなん？常にいないわけではないが、活動の中心は向こうになるだろうな。スージーさん猫飼ったことないし、猫飼ってる知り合いいないからわかんないや。ゆいな先輩いなくなっちゃうの寂しい。ちょっと寂しいな。そうね、めぐみんがおらんのになんか身近な人がちょっとずつ会えなくなると寂しくなっちゃうよね。司令部は松本拠点復興を目指している。ルカにも状況を把握しておいてほしい。基地から松本拠点付近への移動は今まではヘリで行っていたが、今後の資材輸送などは効率がこの上なく悪い。だが今後は陸路での輸送が可能となった。基地から野営地までを輸送路で結ぶ計画だ。将来的には松本拠点まで延伸する。 31C の奮闘で雲取山の制圧が完了し、拠点間の安全が確保できたことが大きいな。そうなんだ、頑張ったね。物流、兵站の共通化なども進む。前線での活動範囲も広がるだろう。これも 31A が強敵を撃破し続けてくれた結果だ。せやな、確かに確かに。ゆいな先輩、お土産待ってます。お土産買いに行けるようなとこ行ってねえから。松本は何あるかわからん。スージーも知らん。私らの？そうだ。お前たちは快進撃を続けてくれている。かつてない戦果だ。もっと誇らしく思ってもいいんだぞ。そうなんだ。っていうことは30世代の時にはここまでガンガン進んでなかったってことね。いやいや、私なんて兵士としてはまだまだだよ。だって葵やクラッチ、それにめぐみんも止められなかった。そんなので胸を張れるはずない。思い悩んでいるようだな。時間は限られるが、いつでも相談してくれ。ゆいな先輩に対してさ、ルカッチさ、なんかこういう真剣な相談しないからな。その、輪廻でもいいでしょうか。それはあれか、電子軍人手帳の機能だな。だが私は機械音痴でな。そうなんだ。使いこなせそうなのに。これからはそういうのにも慣れていかねばな。何かあったら送ってみてくれ。なんかピコーンって来て誰かにこれどうしたらいいのって聞くんだろうね。30世代はでき損ないってことで OK。そんなことはないやろ。あざっす。モナニャンとクラッチ2人でなんか最強みたいな感じやったやん。でも G だもんね。A じゃないんだもんね。そこが謎。
かやもり、ちょっといい？イバールちゃんや。ワッキー、どうしたの？あんた、この先どうするつもりだい？相川が除隊したって聞いたけど。心配してくれてる。やっうん。今日、白虎が臨時加入するって決まったんだ。ぱ面倒見いいからね、イバールちゃんね。あいつはもう戻ってこないってことかい？いや、戻ってくると信じてるよ。時間はかかるかもしれないけど。それまで 31A を支えるのが、私の仕事だ。そう。困ったことがあったら言ってきな。あいつには借りがあるからね。借り？雲取山で、うちの神崎が助けられたことがあったでしょ。あったっけ？覚えてねああ、そういえば。じゃあ、もしそんな時が来たら頼むよ。スージーちゃん面倒見がいい。スージーは面倒見悪い。面倒見たくないタイプ。面倒見たくないっていうか、なんか面倒見られるタイプ。一緒にご飯とか行ってもね、めっちゃ面倒見られて、あそこまでしなくていいのにっていうぐらい、ご飯ついであげようかみたいな、なんかされちゃうタイプ。おが3番す。よいしょ、後編早いなってね。いつ始めたっけ、ヘブ版。いつの間にかここまで来た。ブースターが登場です。結構です。あー、文ちゃん。どっちもできない。こっち行けるの？ここじゃなかったっけ、確か。クレイジー、あげてこ。甘えん坊とは違う。甘えん坊なのかな、ちょっとそこはよくわからんけど。映画館に来たけど、どうしようかな。自分ではその自覚がないけど、甘えん坊の可能性はあるよね。スーさんに抜かされそうだぜ。よし、何を見ようかな。この進行具合が。ヒーローにしよう。アベンジング。アメコミヒーローものか。見たら気分が上がるかな。世界の危機に結束して立ち向かうヒーローたち。時にすれ違うけれど、最後には一丸となって戦う。かっこいいな。癖の強いヒーローたちを取りまとめるリーダー。私もあんな風になりたいぜ。いや、うちの部隊もそれなりに癖の強いメンバーが揃ってるから、私も負けてないんじゃないか。ルカちゃん自身も癖強いしな。はい、かやもり。あんたもこの映画を見てたのね。うわお、うち以上に癖が強い部隊のリーダーが来た。それは褒めているの？うん、もちろん。個性の強烈さで 31X にかなう部隊はないよ。まあ、それぞれの主張が強い部隊ではあるわね。正面倒見てみたいな。別にそんなつもりはないんだよ。なんかわかんないけど、なんかご飯どれ、例えばさ、飲み会とか行くじゃん。で、何人かいる中で、どれ食べようかなって迷ってたら、あ、これ食べるっつってなんかお皿によそってくれちゃったりとか、なんかそういう、なんていう、お母さんみたいな人おるやん。絶対その人にたげられるよね。お母さん的存在の人にたげられて世話焼かれてしまうタイプ。付き合ったら週何で会いたい。縁側くんは週1でいい。どうなんやろうね、わかんない。元彼さんと付き合ってる時は、まあ、でもぶっちゃけ元彼さん以外が、あと知り合いが、まあ一人、そのネットからのつながりで女友達がこっちにいるけど、でもそれ以外知ってる人がいないというか、仕事関係の人しか知らないから、だからまあ寂しいのがあって、できる限り会いたかったね、その時は。でもだんだん一人慣れてきたから、
今となってはもしかしたら週1でも大丈夫なのかもしれない。ちょっとわかんないけどね。LINE から戻ってきたら何かって言わんけどでかいな。まあ、何のことかわからんけども、いいんじゃないですか。LINE 認証しなきゃいけないんだっけ、今日までに。あ、そうなん。数字ちょっとその辺は理解してないけど。それをまとめられるキャロルってすげえよ。週7であったら絶対週4で喧嘩してる。やばすぎだろ。そんな喧嘩することある？そうね、誰にでも務まるものじゃないのは確かね。キャロル、サーカス団の団長みたいだ。ヒーローになりたいんじゃないのこの人は。そこはヒーローたちのリーダーみたいって言いなさいよ。怒っちゃった。あ、バランス見たかったのに。そろそろ帰るか。なんかヤフーと統合したから認証しないと使えなくなるかもしれなかったよね。なんかそんならしいね。どうした？おたまさんが空っぽになったベッドを見つめてる。何か声をかけよう。大丈夫だって。ラーメン食いに行こうぜ。バウ。わかんな。大丈夫だって。いえ、何も心配なんてしていませんよ。ならいいんだけどさ。めぐみさん、ドームでちゃんと生活できてるかな。お腹とか空かしてないかしら。結局あいつが一番ナーバスだったもんな。そうだね。何か差し入れられるシステムとかあったらいいのにな。ここの食べ物美味しいから。そうだね。ドームはもしかしたら食べ物こんなに充実してないかもしれないもんね。人類が窮地の時にこんな美味しいもん食べさすわけにはいかんっつって。それはそれで問題になるぞ。貧富の差で巻き起こるのはいつだって争いだ。そうだけど。残念。だからそこまで親しくない人と話すのはいいけど、帰りたい時言いにくいよね。そんな話してた？ま、気持ちはわかるけどさ。あたしらはあたしらで英気を養って戦いに備えなくちゃな。もちろん睡眠も大事だぞ。大事大事。そういえばいつ？明日？明後日？よくわからんけどさ、11月の初めの方にオリオン座流星群がみたいな話を聞いたんやけど、誰か何日からか知ってる？はーい。スージーさん、ちょっとそういうの見てみたくなるんだけど。しかもね、福岡住んでた時はだいたいクソ寒い時しか流星群来んくて見れんやったんよ。でもさ、11月やったらまだギリそんな寒くないから見れるかなと思って。ナビになって帰ってくると予想だえ。あ、めぐみんサイドとかあんだ。そうなんだ。じゃあめぐみん絶対帰ってくるやん。そういうフラグやろ。ヘリを終わらされた後、最低限の生活ができる建物に放り込まれた。あ、そういう感じなんだ、ドームってね。人生窮地にあったらカップラーメンばっかり食べてそう。どうなんやろね。カップラーメンもでも高いからね。仕事中眠かったけど仕事から帰ってきたら目がパッチリ冴えた。あるあるやね。そういうことあるね。そんなの見に行かなあかんやん。何が？あ、オリオン座流星群ね。ペガサス流星剣？しばらくここで暮らして、ドーム住民としての常識を覚えんとあかんらしい。絶対そっから出してもらえないと思うな、数字は。確かにうちはドーム住民のことは何も知らん。最初は道路は左側通行とか、信号機は赤が止まれ青が進めとか、小学生みたいな説明やった。そんなことまで言われんの？それくらいわかると呆れたら、実際に見たことがあるんですかと問い詰められた。怖っ。そう言われると自信なくなった。見たことあるいう記憶を植え付けられとるだけで、ほんまは見てへんかもしれんからよ。
そこまで深く考えなくてもいいのに。それからは言われるがままに授業を受け続けた。留置所みたいなところ行ったことないけど留置所にね。教師は名乗りもせん軍服の女やったけど、七瀬の10倍愛想なかったな。へえ。でもそいつの言う通り、うちは知らんことだらけやった。ドームの住民がどんな暮らしをしとんのか。ドーム住民の食生活に慣れてください言うて出されたんは、かゆに具の少ないスープやった。そうなんや。平均的なドーム住民の食事やそうや。ドームはそんな食事なんや。セラフ部隊はね、すごい豪華な食事食べてんのにね。オリオン座流星群10月22日って出てきたけど、そうなん？これ以上の食事をしたかったら自分で稼いでじゃあスージーさんの情報が間違ってんのかな。しばらく変わり映えせえへん毎日が続いた。起きて座学受けてテストされ、100点取れば次に進む。めぐみん100点取れたんだ。最初のテストなんかね、ビリやったのにね。愛想がない方どうも。まあちょっととっつきにくいなとは思うけど、別にそんなに気にしないかな。数字は愛想がいいとか悪いとか。愛想がいいからといって自分と合うとは限らんからね。夕方に鉄格子に囲まれた中庭で申し訳程度の運動をさせてくれた。刑務所ちゃうんかって聞いたけど答えてくれんかった。カレンダーも時計もあれへん部屋やったから、何日経ったかわからんなった。何度目かわからんテストで100点取った時、終了ですと一言告げられた。おお。なんのこっちゃわからんまま連れ出されて、建物の入り口で ID カード渡され、言われた。そんな人怖いよね。人として嫌い。そうなん、そこまである。次に来るバスに乗って終点で降りてくださいと。どこに行くんだ今度は。そこがうちの住むドームらしい。あ、何個かあるんだ。そこで ID カード見せたら住民と判別されるらしい。言うだけ言うて女は去っていった。もう誰もおらへん。蒸し暑い空気で夏やなぁとぼんやり思った。これ出たの夏な。バスに乗ってうちがクラスドームに向かった。演歌がめちゃくちゃ愛想いい。ひたすら笑顔。そうなんや。スージーさんはその時によるかな。機嫌とかいろいろ。でもあんまり愛想振りまくタイプじゃないな。こんな家絶対暑いじゃん。暑いし寒いよね、きっと。なんていうんこの素材。なんだっけ。昔の家やろ、こんなん。早速人や。重そうな荷物運んどるみたいや。しばらくこのドームに世話になるし、手伝ったった方がええかもな。ばあさん、重いやろ。持ったるで。ばあさん、このわしがか。せや。そんな猛録しとらんわ。目上の人間に対してどんな失礼なやつじゃ。なんか怖いばあさんやな。せやったらなんて呼んだらええん？ここのドームの村長をしとる。村長呼べばええ。村長とかおるんや。村長？まず区長に会え言われたんやけど、区長さんとは別なんか？そんなやつはおらん。え？せやったらこのばあさんで会っとるっちゅうことか。村長さん、荷物重いやろ。うちに任しとき。え？猛録しとらん言うたところやろ。これぐらいの荷物全く苦にならん。
猛録しとらんの意味がわからん。言うても重そうにしとるで。なんべ言うたらわかる。これぐらい平気や。そうか、余計なお世話やったか。自分はなんや、そんなピッカピカな服で見たことない顔やな。せや、まず挨拶しとかなあかんな。笑顔で怒るとけなくなうとだれって。ここのドームでしばらくお世話になる。笑顔で怒るって難しいよね。ID は相川やない。偽名やった。ID カード見んとわからん。加藤エリ言うねん。全然名前ちゃう。どこにでもいそうな名前やな。まあ確かにな。確認せんと思い出せんのか。自分の方が猛録しとるで。作り話でもしとかんと、ここで暮らすには辻褄合わんなりそうやな。このおばさんイライラするぜ。キャンサーに襲われて記憶に障害があるねん。リハビリ中やねん。 31C にそないなやつもおったな。なんかすまん。文ちゃんね。せや、紹介状もある。これ読んだらわかるやろ。なんやこの紙切れ。村長さんに渡せ言われたんや。このドームは手紙なんか使わん。全然話とちゃうやんけ。イライラするね。口で説明せ。どっから来たんや。うわずっと一人でさすらってて、ようやくここにたどり着けたところや。ー、そんなやつもいたでげす。さすらってきたようには見えんで。なんでそんなピッカピカな服着れてるんや。厳しいとこついてくるなばあさん。愛想がない村長さんやなって。そう村長じゃなくて老婆って書かれてるけどな。どう説明したらええねん。最初に読んどけよかったね、来るときに。これはあれや、あんま良くない方法で調達した。あんまよくない方。犯罪人かい。そないな人間迎え入れるわけにはいかん。口で説明しろは縁側くんもよく言うわ。心に来る。でもここで暮らす権利のある ID はこうしてちゃんと持っとるで。なんでそんなもんがあんねん。それはそれも盗んだんか。とんでもない悪党やないか。せやけどここ以外行くとこあれへんのや。償えるか。償える。ドームのために働けるか。働ける。せやったらええやろ。ついてき。別にさ、セラフ部隊やめましたって言っても大丈夫だったんじゃないのかな。償いとしてまずその荷物持ったるで。だってセラフ部隊やったらね、そっか頑張ってくれたんかって言ってくれんの。出た。せからしか。そこまで猛録しとらん言うとるやろ。せやったらええけど、ばあさんのことはなんて呼んだらええん？わしは秋。あれ村長って呼んだらいいんやなかった。秋ばあさんって呼べばええな。ばあさん言うな。気にしとるんやな。なら村長さんで。それやったらええ。なかなか気難しそうな村長さんやね。うまくやっていけるか不安になるな。いやいや、順応してかなあかん。あ、でもこんなばあさんに絡まれたらもう自分ナビなんやっていう悩み事もなくなりそうやけどね。おや、見ない顔だな。見て。着いたで。ここや。他よりも綺麗な建物やな。さっさと入れ。入って何するん？このドームで暮らす手続きとか？そんな七面倒なことするか。ばあさんすごいスルーって動いてた。海帰ったで。
孫ですか？娘ですか？ばっちゃん誰？お客さん？孫ばか。あさん呼ばわりされとるやないか。でもこない小さい子久々に見たな。こういう子たちをうちらは守っとったんやな。けど逃げ出してきてもうた。なんかすまん。加藤エリ言うらしい。しばらくうちで働いてもらう。そんな個人的な約束やったんか？それは助かるね。自分名前はなんて言うん？私はルミ。よろしくな、片襟。略された。略された。でもどうせ偽名や。好きにしてもうたらええか。ムーモークはでも後ろ向きの歩きだけじゃないの。ルミよろしゅうな。しばらく世話になる。胃が落ちるまで働いてもらう。ご飯食ってけ。ああ、ごちそうになるわ。今日はじゃがいもあるよ。よかったな。味噌汁に具が入るで。いつもは具がないんやろ普段はな。入らんみたいな言い方やないか。嫌にならんのかな、急にいいもん食べれんくなって。できたで。炊き込みご飯と味噌汁。この焼き魚はししゃもか。それとお漬物。質素やな。質素やけどこれでも十分やない。炊き込みご飯でさ、なんかタコ入っとるやん。ねえ、タコなんて今高いよ。なんや、うまんか？いや、ごっつごせや。いただきます。焼き魚も味噌汁もお漬物もしょっぱいな。塩味だらけや。それは嫌やな。でも炊き込みご飯はタコが入っとるんが救いやな。だしの味がする。何？木枯らしモンジローの食事みたい。なんだそれは。懐かしいぐらいの味やな。ばっちゃんのタコ飯は最高だね。ええで、気使わんでも。最近こればっかや。そうなんや。そうなんか。こんな食事ばっかなんか。時代が時代やからな。そうやね。働くって何したらええん？釣りや。釣り？釣り？わしらは畑持っとらんから、作物は手伝いでルミがもろてくるぐらいしか入手できひん。なるほど。魚やったら土掘り返してミミズ見つけて、それを餌に釣ってこれる。都会の方が食いつきいいけど、手に入れるの大変だからね。へえ。それをうちが？せや、釣りしたことないんか？あれへん。せやったら独学で頑張るしかあれへん。釣り竿はある。夕飯には間に合わすんやで。釣りできるかな？無茶ぶりが過ぎんか？ここで暮らしていくんやったらそれぐらいしてみせ。甘えるんやないで。そうでっか。戻りたくなるやろうな、こんなん。おっさんであることがバレてしまった。なんかね、よくわからん木枯らしモンジローが何なのかっていう。でもなんか自分おっさんですみたいな言ってなかったっけ？私も釣りはない。スージーも釣りゲーム内でしかしたことない。労働最高、労働最高。労働は人生の救いって。頭おかしいやつおる。ここに土あるやろ。ミミズはここで探していき。そこ大丈夫なん？あさほんまってにこんなとこにおるんかいな。釣りめっちゃ楽しい。そうなん。スージー船酔いするから船には乗れんからな。なんかよくわからんとこで釣りしてる人しか。見つからへん。
しかも恐ろしい暑さで干からびてまうわ。道路走ってたら海沿いでやってるの。おったなんや、日陰の土の方がおるんかいな。それ面白い川釣りしたことないです。下がる。川釣りだとお魚何釣って食べんの？これぐまあらいだよね。食べるだけが釣りじゃないか。ミミズ見つけたで。次はこっちや。ついてめぐみき。ん定時で帰っちゃう。みんな働いてるよ。めぐみん一番新人やろ。新人はみんなより働かない。嫌なやつ。ふとまではこれに乗ってけ。ドームの外やし、徒歩やと日が暮れてまう。外？キャンサーは？水を嫌っとる。ふとまでたどり着けば海に囲まれとるから安全や。道中は安全やないやろ。視界が開けとる。発見したら逃げてきたらええだけや。食料調達も命がけなんやな。そんなんでなんとかなるんか。このバイクガソリンはあるんか？俺は電動バイクやからガソリンなんていらん。言うても電力もそれなりに貴重やから大事にするんやで。鯉とかどぶ臭いやつ食べられません。そうなんやね。じゃあ釣ることだけを楽しむ感じや大事ね。にするって言うても減るもんは減るやろ。坂道は手で押すとか動力ぐらいせええ。なんやねんそれ。あとこれ持ってき。なんや？昼飯のおにぎりや。おおきに。相変わらず不愛想やな。徒歩の方が楽なんちゃうか。燃料メーターワット。ほとんどないやないか。これでたどり着ける距離なんか？ガチ？徒歩やと日が暮れる距離なんやったらこれで行くしかあれへんけど、そもそも免許ないし乗るも初めてやで。これでボタン押せばええんか？お音もなしに走り出すんか。そもそも封筒ってどこやねん。その辺の人に聞いてみるか。ドームの中は乗るのやめたらいいんじゃない？なあ兄ちゃん、封筒ってどっちなん？反対だ。あっちからドームを出て左にまっすぐだ。おおきに。電力無駄にしてもうたな。原付運転したことない。スージーもない。原付ってどうな？でも車乗ったらもう乗る必要ないからね。いきなり人身事故ドーム内でね、ドーンとか言って。帰り電気なくなるパターンやな。ん？止まってもうた。あらら。あかん。電力が完全にエンプティやないか。あらら。周りには何もあれへん。嘘やろ。ここから押していけ言うんか。電力か。あ、そうやん。いけるか？もしかしてこのバッテリーにエレクトロキネシスで電気注げばいけるんちゃうか。いけるのか？やってみよう。ワンチャン壊れるぞ。そんな適当なことしたら。うで。メグフィン天才。このぐらいでどうや。おほー。復活や。さすがうちやで。しかしサイキックがこんな形で役立つとは思いもせんかったな。ほな行くで。もう電気貴重じゃなくなったね、メグミンのおかげで。
いた。泊まるとクソ暑いな。日光が差すように痛いわ。とりあえずめぐみん過労死してまうで。そんなに？ああ、ドーム内で俺も頼むっつって電気をみんなで電気を。もらったおにぎり食っとこ。でもあれじゃない？そしたらもう食べ物もいっぱいもらえて、おばあちゃんもニッコニコじゃない？シンプルな塩おにぎりかいな。たくあんもつけてくれとる。中に梅干し入っとった。これはちょい嬉しいわ。ごちそうさんと。めっちゃ塩分やね。まあ夏やからいいか。大物釣るで。食べ盛りの子がおるからな。ええもん食わしてやりたいやないか。めぐみんのエネルギーを電気エネルギーに変換するからめぐみん腹ペコ。確かに。マグロがええな。寿司にしたら大トロや。豪勢やろ。マグロとか釣れるもんな。めぐみんさ、海に電気流してさ、魚浮かばせたらいいやん。ポポポポーって。電気で感電した魚持って帰ったらいいんやない？網ですくって。ナイス塩梅や。ようわからんけど頼むで。そんな簡単に釣れる？くそ、全然釣れへん。どうなっとんのよ。ミミズ死んどるやないか。そないお前弱かったんか。それ海水に入れられたら死ぬやろ、ミミズ。優しく針通した方がええんかな。釣りは釣られへんときマジで釣られへんよね。そうなんや。釣れるときはボンボン釣れたりすんの？息のええミミズの方が釣れそうやもんな。試してみよう。生きてるとか生きてないとか関係あるん？餌？よし、生き生きしとる。これで行くで。海釣りは5回かなって言っとったね、さっきの女の子も。5回の方がいい。頼むで。来た、大物頼むで。ちっさしかもなんやねん。最高なやっちゃな。お前何者やねん。少なくともマグロやないやろ。とりあえず持って帰れ。トゲあるやないか。毒あるんちゃうやろな。でもまあ収穫か。持って帰ろう。素潜りの方が楽しそう。素潜りでいける？どんぐらい釣れたんやろ結局のところ。これ食べれない魚だろうがつってブチ切れられたりせん？大丈夫かな？どうした？なんや、ワゴン車に人だかりができとる。おじさんが釣れたりして、魚のおじさん、なんか名前でおじさんっていう魚おるよね。どんなんか知らんけど。ああ、くそ。他に足はないのか。持って帰んの？その魚を餌にしたらでかいの釣れるよね。あ、そういうパターンあるの？慌ててどないしたん？怪我人を運ぶ途中で救急車が電結を起こしたんだよ。これ救急車なんか。バイクやったらあるけど怪我人運ぶもんやない。電結ってことは電力不足なんか。それしか燃料はないだろう。知らんもん。わかった、なんとかしたる。電力スタンドまで押していく気か。そんな怪力あるかいな。ちょっとした不思議なパワー使うだけや。くそ、電動バイクと違って燃料タンクがどこにあるかわからん。先に投資するか。投資もできたん？エビで鯛を釣るみたいな、そういうことができるんです。まあそっか、海の中の魚は海の生き物食べるからね。行くで。うらどうや。増えた。これなら走れる。
とっとと運んだり。急げ救急車屋。ああんた救急車屋の代わりに礼を言うよ。ありがとう。ほら、めぐみん周りの人に見せるな言うたやろ。そうなん、そんな言われた？力になれたんならよかった。どういたしまして。中に人が乗ってたのに放電したのかって危ないよね。帰ったか。超過見せてもらおうか。圧すごいな。ようわからんけど、似たのが3匹釣れた。どれ？これなんなん？カサゴ。食べれるん？唐揚げにしたらうまい。よかったね。そか、せやったらよかった。ただいま。ほうれん草もらってきたよ。おお。ルミも帰ってきたか。すぐ作る。何釣れたの？カサゴやて。マグロやなくてすまん。マグロなんて岸から釣れるわけないじゃん。確かに。そうなんか。知らんかった。カサゴは針のところ毒あるらしい。そうなんや。じゃあ危ないやん。カサゴ大好き。頭から全部食べられるんだよ。悪いことかいな。カルシウムたっぷりそうでルミにはええかもしれんな。雷が鳴り始めたら車に逃げるといいって言うから大丈夫なのか。ああ。ルミはこの間時間まで何してたんや？勉強と農作業のお手伝いだよ。学校があるんか？あるよ。学校あるんだ。結構普通やないか。屋外だけどね。青空学校やね。フィールドワークかいな。椅子と黒板しかない場所ってことだよ。雨の日はどうなんねん？もちろん休校だろうね。小肌さんこんばんは。バンス。そっか。そうなったら遊び放題になるからええな。何言ってんの。もちろんどこかにお手伝いに出かけるよ。戦時中みたいだ。農作業かいな。まあそうなるよね。他にもいっぱい困ってる人がいたら助け合う。それがこのドームのモットーだよ。呆れたこと言うやっちゃな。自分そんなんでよう今日まで生きてこれたな。無機質のようなところで育てられたんか。まあそんな感じやね。ただの世間知らずや。みんなが焼肉とか食べてる中できたでこんな質素なご飯でも美味しいよね。それはそれで。カサゴの唐揚げとほうれん草の味噌汁とご飯だけ。夕飯もごっつしそうやな。十分よね、こんだけあれば。いただきます。いただきます。まあでもめぐみんはね、最めぐみんはいっぱい美味しいもん食べてたからね。基地で。それだけはうまい。せやけどなんか物足らん。ここって肉とかないん？唐揚げやったらやっぱ鶏肉で食べたないか？昔はどこの定食屋にも唐揚げ定食があったんでしょ。すごい時代があったもんだよね。普通に基地で食っとったで。そんな昔話のような希少なもんやったんか。鳥育ててる人いるのかな。29年ってそこまでの時間なんか。基地での暮らし贅沢やったよな。めっちゃ贅沢やな。すまん。ごちそうさまでした。ごちそうさん。ごちそうさまっと。ほな洗い物済ませたら行こうか。腹ごなしの散歩か？アホがもっと大事なことや。なんやろ。こんな時間から何があんねん。テレビを見に行くんだよ。あ、セラフ部隊の戦いを見に行くんだね。テレビ？めぐみん本来なら何歳なんだろう。50歳くらいか。
29年後、まあ約30年やもんね。まあ18歳ぐらいとして、まあそれでも大体50やね。アラフィフぐらいか。テレビって貴重なもんなん？ほんまに無機質で育ってきたんか？軍が配備しとる街頭テレビしかドームには存在せん。たっぷりくれとるな。とりあえずついていこうか。早く行かないと前の方に行けないよ。ばあちゃんは夜やのにすごい人だかりや。なんかみんなテレビ見に来たの？派手な格好しとるやつおるな、こんなところで。まあめぐみも浮くやろけど。テレビはそれなりに大きいけど、なんも映ってないやないか。ん ?10？9？ カウントダウン。番組作ってんの軍が。なんや、何が始まるんや。今日のセラフ部隊だよ。それは間違いじゃないけど、ドローンを飛ばす最大の目的はあなたたちとキャンサーの戦闘を映像で民衆に届けること。言ってたね。あなたたちの戦いは絶望した人々にとって数少ない娯楽でもあるのよ。そんな、うちらが必死で戦ってるんを外の連中はショーでも見るような感覚で楽しんでた言うんか。こんな風にやったんか。お昼だとほとんどリアルタイムで見られるけど、みんなそこまで暇じゃないからこの時間のダイジェストに集まるんだよ。なるほど。始まる。これが今日の戦いなんか。うちがおらんって言ってからの知っとる顔は早すぎてわからん。いや、あえてわからんようにしとんのか。でも服だけはわかる。あれはサンバルシーちゃうか。うちのおらんなった 3-1A は気になっちゃうよね。やった、すごいけど誰が倒したんや。セラフ部隊の総統戦でキャンサーは撃退されました。松本拠点の復興も近づいています。人類の希望であるセラフ部隊を応援しましょう。次回予告、明日は中央アルプス潜入作戦をお楽しみに。これちょっと嫌じゃない？次回予告ってさ、そんな失敗したらどうするん？放送するん？それでも。終わったんか。終わったよ。もしかして片入り初めて見たの？いや、すごかったから圧倒されただけや。いつもこれぐらいすごいよ。あんなに質素な暮らしでほんまに数少ない娯楽であり希望なんやな。でも自信なくて逃げ出してきた。見てたらね、すまん。見てたら帰りたくなるよ、きっと。なんで謝ってるの？しもた。口に出てもうた。帰るで。ばあさん、村長なの？これだけの住民を前にしてスルーされてへんか。気のせいやったらええんやけど。スルーされてる？どういうこと？あ、そっか。普通村長さんやったら村長さんみたいな誰かしら声かけてくるよね。
いつまで寝る気や。すまん。もう朝か。基地も早かったけど、ドームの朝も早いんやな。すぐご飯やで。いただきます。いただきます。焼き魚が冷ややっこに変わっただけで、後のラインナップ同じや。今日はおかずになる魚の他にイカも釣ってきてもらうで。イカ？あ？イカ？もしかしてそれってあさっての？せや、イカの丸焼き売ろう思ってな。あさってなんかあるん？お祭り？夏祭り。やっぱりね。3番す。こんな貧相な場所でかいな。ただの魚やと他とかぶる。ここはイカや。そんなん言われても狙ってイカ釣れるか？私は攻めるね、ばっちゃん。去年の雪辱を果たしたる。去年どうやったか知らんけど、こんな新入りに任せてええんか。労働には一番適した年頃やろ。まあな。お肌もツヤッツヤ。里襟ってもしかしてすごくいい暮らししてた？バレてる。そんなことない。たださまようように旅してただけや。イカは普通にうまい。美味しいね。外はキャンサーでいっぱいだよ。ちょっとした魔法が使えんねん。それで撃退してきた。まさか。そのぐらいの設定にしとかんと、これ以上言い逃れできん。サイキック使えるんはほんまやし。せやな、嘘ではないということやな。その魔法でイカも釣れるな。期待しとるで。魔法でイカは釣れん。そんな海中まで届かんし。遅れる。ごちそうさま、行ってきま慌ただしいやっちゃな。ほな、そろそろ行くか。わしも出る。それ会うた時も背負っとった荷物やないか。何運んどるんや。もちろん大切なもんや。そうか。なんかようわからんけど、キャンサーに襲われんようにな。帰り討ちにしたる。ばあさんつえ。村長さんができるかいな。おばちゃんおもろいやんけ。自分ならできるみたいな嘘つくな。ルミが信じて真似事し始めたら責任取れるんか？下田、そこまで考えてへんかった。せやな。すまん。キャンサーなんか倒せるわけあれへんもんな。あと、これ忘れんな。お風呂聞く曲。急に来るね。お風呂ね。おう。バーンマイソウルでも聞いたらええんやない。気ぃつけていくんやで。セーラー服と機関銃。自分に言われたないわ。相変わらず怖いばあさんやで。怖いばあさんにそんな気使って気をつけてねとか言えるのすごいな。スージーさんやったら多分言わんな。バーンマイソウル。行く前にここのドーム見て回ってみよう。イカの釣り方もヘブ版の曲にそんな名前のやつがあったやろ。どう見て回る。あ、自分で行く感じ。やるからにはいつものもう誰のこんなベンチでもないよりマシだ。ここはなんかの店か。氷菓子って書いてる。家事も立派な仕事よね。これまっすぐ走ってよ。今日のドームは平和だな。テレビ見たら見ないの？テレビ見ないの？気になんないの？作業着着た兄ちゃんが看板の前に立っとるけど、なんかの店か。アップルミュージックにあった爆笑これねって。よよ姉ちゃん、何か故障か？見てやんぜ。なんだこいつ。ナンパか。バカを言うなよね。見ての通り、オイラはスクラップ屋さん。機械なら任せないよ。やーん。
言うなや男とこうして面と向かって話すの久々やの。しかも癖強めの。いや、この体になってからは初めてかもしれん。そうか、スクラップやか。別に故障はしとらん。スクラップも買い取るよん。なんかあったら見せてくれよな。金か。せや、ここの通貨ってなんなん？ヨーンって。ヨーンやん、真似しやがって。真似じゃないよ。ジャスティスのことかい？ジャスティス？お金やないやん。ゲーセンのコこインにいつもヨーン言うんだよなーって。昔はそういうのに使われてたらしいね。姉ちゃん詳しいね。でも僕たちはこれをジャスティスと呼ぶ。ここでの通貨さ。無駄なかっこよさやな。電子軍人手帳ももうあれへん。GP も使えん。いわばうちは一文なしや。あれを集めんと暮らしていかれへんちゅうことやな。あれを集めるために祭りでイスクラカを。ップ屋に聞くことやないけど、イカってどうやって釣るか知っとるか？イカって一人で釣るものなのかい？船で漁に出るもんじゃない？ジャスティスが欲しいよーって。そんなイメージやな。海にはキャンサーおらへんから今でも漁に出とるんか。そうだね。魚はそのルートでしか流通してないと思うね。おおきに。また来てねー。ねえ、もう言うなや。初対面の人にそんな強気で言える？ブチギレ返されたらどうする癖強い商人やったな。誰かさんを思い出してもうたわ。他のところも覗いてみようか。みんなそれぞれなんか似てる人がここに存在してるということか。あらかわいい。ルカに似てる？私には次は何を教えればいい？他に似てる人がいるのかな。なんや、バーか。バーやったら言うような話聞けそうやな。バーってお酒作れ、お酒あるの？ちょっとええか？はい、1名様入りやしたー。待て待て、入ってへん。話に来ただけや。ご注文は何で？話聞けや。話に来ただけや。こちらお通しのちりめんじゃこお通しは注文してからやないと出したらあかんやろ。いいどぶろくあるよ。密造やないか。そんな古い法律このドームにあるわけないじゃない。しかもうちは未成年や。そんな法律も今となっては過去のもの。お客さん気にしいだね。法律関係なく若いうちから飲酒してたら体に悪いやろ。シラフでやっていけるほど楽な世界じゃないというのにメンタル鋼なのね。鋼なんてことはあれへん。逆に弱すぎて逃げてきたのにや。テキーラのショットダブル入りやした。めっちゃマイペース。一番危険やろ。お客さんが重苦しい顔してたからグイッと飲んで話すのがおすすめよ。こっちは未成年で飲んだことないのに初めてがグイって強烈すぎるやろ。シラフじゃなくてセラフだもんね。しかもバーっぽいのになんで異性だけは居酒屋っぽいねん。私に言われても自分が経営しとるんやろ。バー屋だもん。なんやねんバー屋って。バーならバーテンダーやろ。バーテンダーは雇われる側なの。あくまでここは私個人のお店なの。だから私はバー屋なの。なんやねんその謎のこだわり。このドームはクセ者の集まりか。お客さんの方が見た目おかしいわよ。そうか、せやったな。それにこんなご時世だもの。頭のネジが飛んでないと生きづらいものよ。お客さんもその口なんでしょ？どこがやねん。部長、あの人を真似るなんて。あ？うちは元からこうやん。誰のことやねん。いいえ、結局何も飲まないの？飲まん。ではお会計しますね。チャージ料1万ジャスティスいただきますね。ぼったくりバーか。私がちゃんとお相手したじゃないですか。何の得もない会話やったやないか。ここでの娯楽なんてセラフ放送ぐらいなもの。それ以外はみんな何かしらの労働に従事してる。こうして楽しく時間を過ごせることに何の恩恵も感じないなんておかしな人。 3B は付き合いません。何ですか 3B？ せやったらイカの釣り方教えてくれへんか。そんなことをバーテンダーが知ってると思う？
き出しでちりめんじゃこ出してくるぐらい海鮮寄りの居酒屋やろ。知ってそうやわ。それはお客さんの主観。こっちは立派にバーを経営しているつもりよ。せやったらしっかりバーっぽくせえ。それにさっきバーテンダー言うたからな。バー屋にこだわりあったんちゃうんか。一番テーブルさんお帰りでーす。完全に居酒屋やないか。ノリが居酒屋やね、確かに。もっとなんか落ち着いた空気のあれが。なんも情報得られんかったな。他のとこも回ってみるか。ばあちゃん、イカ釣ってこいって言ってイカの釣り方教えてくれなかったの？看板見えとるけど、女は子供か。あれも店なのか。バーテンダー、美容師、あと一つ忘れた。なんやろ。仕事をお探しかいボーイ。自分がボーイやないか。うちはガールや。僕はお客のことは全員ボーイと呼ぶのさ。変わりほ者だねとんどは。自分より年上やろ。ほとんどの場合自分の方がボーイやろ。僕の客な以上はボーイなのさ。相手がお年寄りであってもね。落語屋ばかりだね。お年寄りだけはボーイやないやろ。お年寄りだけ愛しくボーイさ。ボーイの意味辞書で調べてみろや。で、仕事をお探しなのかいボーイ。いちいち引っかかるわ。仕事は探してたら紹介してくれるん？もちろんさ。僕は斡旋屋だぜ。仕事を斡旋するのが仕事さ。バンドマン。3B ね。バーテンダー、美容師、バンドマン。それ女の人が付き合っちゃいけないあれやろ。自分みたいな子供がそないな仕事しとるんか。バカにしてるのか。こう見えて11歳だぜ。子供じゃん。まさにボーイやないか。ボーイにボーイと言われたくない。どんなところでカチンときとんねん。このボーイめ、このボーイめが。お客がボーイなんやったらそれ下げすんでることにはならんで。そうさ。だから大人たちに怒られずに済むのさ。子供であることを急に認め出したな。どんな仕事をお探しかい？仕事は探してへん。イカの釣り方を知りたいだけや。どれ、あるかな。そんな仕事はないね。調べるまでもないやろ。聞いただけ。バーテンは女の子おらんイメージ。確かにね。おらんイメージある。何かを得たいなら何かを払うべきだね。それがここでの生活だ、ボーイ。なんかあったらまた寄らせてもらうわ、ボーイ。このボーイめ、このボーイめが。せやからどんなところでカチンときとんねん。このボーイめがって言われてもなんだかよくわからないし。なんも情報得られんかったな。他のとこも回ってみるか。あと1個だからオートになっちゃったの。こちらをいただこうかしら。星はどうだい？そろそろ店を開けるかのう。ここに行くんだろう。繁盛しちょるの。セラフ部隊もすごく使えるものはないかしら。若いもんばかりに任せて。ああ、アイス屋さんも話しかけるんだったんだ。全然見てなかったマップ。どっしゃい。関取みたいないらっしゃい言うてくんな。ちゃんこでも食えるんか。そのものとはめんでさい。氷がしやたい。つまりアイスタイ。今の人みたいにちんたら歩いてる人嫌いやわって。一番アイス邪魔だよね。どういう理由やねんか。かっていっしゃい。アイス売るんにそんな気合いいらんねん。うどんでも売る気か。もっと普通に売れや。ポテンヒットバーあるたい。何それ。ホームランちゃうんか。微妙な商品名やな。もっと気持ちをかっ飛ばせや。やられると地味に効くんしゃい。ならクリーンヒットバーぐらいにしとけ。愛されて3年。今さら変えられたい。なかなかのヒット商品やないか。アイスか。ルミエのお土産にはいいかもしれんけど、他には何があるの？いつもならかき氷があるっしゃい。でも夏祭りまで不引退。書き入れ時まで氷は取っておくんです。でもこの頃言いたいこと言える人だったからちんたら歩くな言えるよ。正直ダサいことは一番知ってる。この店も夏祭りの準備に入っとるっちゅうことか。どんなんやろな。
なんも買わんくて悪いんやけど、イカの釣り方知らん？イカ中にご飯冷たいイカ飯でいただきたいっしゃい。ならイカ飯売れや。アイス売る人のテンションの変わり方ちゃうやろ。アイス悪く言うやつは可愛がりしとるっしゃい。完全に相撲用語やないか。もうええ、また来るわ。お待ちしてるたい。もう少し当たってみるか。何か昨日のセラフ部隊もすごかったな。行ったり来たりになっちゃった。アイス屋さんに話しかけなかったから。がっくんの行動パターン考えるより先に行動してるからね。そうここも店のような。まあそれでいい時もあれば悪い時もあるよね。やって服屋ますか。さん、小物とかも売ってる。やってるわよ。えらい色気のある店員やな。水商売みたいなんで食いつないどるんかな。雑貨屋だけど何をお求め？無駄な色気。無駄ではないわ。岩盤娘だもの。なんでなんなんこの人。そのアンニュイなため息も雑貨屋にはいらん。こんなご時世だもの、ため息ぐらいつくわよ。でもそうね、前向きに生きなきゃね。忠告ありがとうね、お嬢さん。別にええ。あるまあ色気あるね。あら、そうだね。言葉は粗暴だけど、よく見たらこの子上物じゃない。うちの店で働かない？いかがわしい仕事の誘い方すな。ダメなの？すでにお世話になっとるところがあんねん。速攻で裏切るわけにはいかん。でも釣りするより儲かるかもよ。そうね。このドームは一つの家族みたいなもの。そういう絆は大事にすべきね。なにこれ、どうしたの？変なところであえぐな。ええセリフが台無しになった。で、何をお求めかしら？変な気持ちないけど、ここの古着屋行きたい。服買いたいしね。ここ雑貨屋さんって言ってたよ。来たばっかでここで使える通貨持ってへんねん。ジャスティスじゃなくて物々交換でもいいのよ。そう、特にあなたみたいな上物はね。いかがわしい支払いの誘い方すな。外にあるバイクのことよ。あれは唯一のアッシュやし、人のもんや。あかんあかん。だったら汗水流して働くしかないわね。この私のように。エッチ。どこがやねん。このドームで一番優雅に暮らしとるように見えるわ。そう、白鳥のようにできるだけ優雅に泳ぎたいの。水面下では必死にあがいているけどね、表には出さないの。それが私の人としてのプライド。そうか。うちは人でもないのに、人にとやかく言う資格もでもない。背景服じゃない。服もあるけど、アクセサリーとか。どうしたの？奥になんか本みたいのもあるし、いろいろあるよ。でも化粧品とかも置いてるっぽい。いや、イカの釣り方わからんくて困っとるんや。知らんか？エギングしかないわね。なんだエギング？なんやそれ。イカを釣る用のエギという疑似餌があってね、それを使わないと釣れないの。白鳥凶暴そうなの？そのエギってのはあるんか？あるわ。でもジャスティスがないんでしょ？そうなのよ。あれへんけど、貸してくれるだけでもええ。どうしようかしらね。だから今日だけバイトして買うとか。おお、君か。昨日は助かったよ。あら、祈祷屋さん、この子とお知り合い？祈祷屋さんとかもあるんだ。祈祷って仕事になるんか？何祈祷するんや？確かに。ああ、アンテナ角度調整屋が転落事故を起こして救急車屋で治療屋に運ぼうとしたら、この祈祷屋の前で電結を起こしてな。
めっちゃめんどくせえなこれ。なんとかやがなんとかやがって。矢の交通渋滞それぞれどんな特化型の職業を営んでんねん。何かはよくわからないが、この子の力で充電できて事なきを得た。あら、そんなことがあったの。何か困りごとか？エギ借りたいんやけど。貸してやれ雑貨屋。それぐらいアンテナ角度調整屋が払ってくれる。何か礼をしたいって言ってたからちょうどいい。じゃあもう買えるじゃん。あのアンテナ角度調整屋がそういうぐらいだったら本当にそうなのかもね。アンテナ角度調整やってなんだマジで。ただの修理屋やったらあかんのか。角度しか調整できんのか。修理も兼ねろよ。真剣な話の途中やのにコントみたいになっとるで。確かに。じゃあ雑貨屋奮発しちゃおっかな。持っていきやがれ。これがエギよ。普通のルアーみたいやな。なんかコツでもあるん？雑貨屋はそこまで知らない。祈祷屋も祈祷するだけでな。力になれずすまない。あとはトライアンドエラーか。わかった。ありがとさん。もうイカがそもそもいるのか、ねえ、釣りしてる場所で。そろそろ釣りに行こう。ばあちゃんも無謀なこと言うたね。行くで。釣り方も教えずにイカ釣ってこいなんてね。あ？なんか光った。なんやこれ。なんだ。携帯電話かいな。電源入らんか。長い間放置されとったみたいやし、壊れとんのかな。後ろのジャニーさんみたいな人知ってそう。ジャニーさんみたいな人おった？スクラップ屋に持って行ったら買い取ってくれる言うてたな。拾っとくか。そういう金の稼ぎ方もありやな。そうやね、遠くに。おっと、そろそろ行かんと。遠くってかドームの外やったらさ、別に多分誰かの所有物ないからさ、拾い放題やない。これも拾っとくか、あれも拾っとくかで売ってね。おにぎり食っとこ。今日の具は何やろ。塩昆布か。これはこれでええな。塩昆布か。ごちそうさんと。さて、釣るで。塩昆布ってなんかなんだろう、なんか料理、居酒屋さんの料理とかに使ってあるイメージあるけど、あんまり食べることなくない？イカだけやなく魚までもや。場所変えたら？これやと夕飯がおかずなしになる。食べ盛りの子がおんのにそれだけはあかん。いいお姉ちゃんや。よかったね。出た。その辺で釣るからじゃない。もうちょっとなんか場所変えたらいいんじゃない？ま釣れんかったけどもう暗なる。帰るか。金稼げばおかず買えるんやない？どっかのお店で。その辺の車破壊してね、スクラップ屋に持ってったらいいんじゃない？レタスと塩昆布あえはよう見る。レタスなんだ、キャベツじゃなくてね。でもなんか野菜系とかあるね。帰ったか。超過見せてもらおうか。相変わらず圧すごいな。ようわからんけど似たのが3匹釣れた。また？どれ？これなんなん？イワシ。イワシ。これがイワシか。痩せとるから食べ応えあるようパン粉焼きにするしかあれへんな。そっか。なんか悪いな。ただいま。ごぼうもらってきたよ。天ぷらにするか。
すぐ作る。なになに？何釣れたの？イワシやて。ほーん。反応薄い。イワシは好きじゃなかったみたい。って。つら。あんだけワクワクして聞いてきたのに。できたで。ごぼうの天ぷらでっかいな。イワシより存在感あるやないか。うわ、気まず。いただきます。でもタンパク質は大事だからね。いただきます。ごぼ天最高。え、イワシの方は？まあまあかな。そうでっか。イカはあさってまでに頼むで。釣り方わからんねん。マーチで聞き込みしたらええ。そうそう、助け合いの精神で暮らしてるもんね。くせ者揃いで驚いたんやけど。まあチャレンジしてみるわ。ルミはそのまま純粋に育ってや。あんな癖強うならんとってや。まあね、今日は特に濃い人たちに会っただけじゃないかな。ごちそうさん。ごちそうさまっと。洗い物済ませて行くとするか。またテレビね。ルミはそれで楽しいんか？もちろん。他に娯楽もあれへんしな。嫌やね、娯楽がないの。テレビは広場の方やったな。二人とも何のポーズこれ。お風呂入ります。入ってこないでくださいね。別に入りません。スージーさんもうお風呂入ったんで、そういう問題でもないけど。まだ？エグミン溶け込んでるな。今の時代田舎暮らしで村八分に会う人多い中。そうなんちょっと話しかける出たよ。どこ？こいつか。1時間飲み放題で500ジャスティスポッキリ。客引き行為しとる。高いからまたね。あしらい慣れとる。高いからまたね。ここもじゃない。セラフ放送の時間だな。携帯渡さないと。よルミちゃん元気かい？元気が有り余ってる。若いってのは羨ましいね。自分も十分若いやろ。あれ、まだ携帯持ってかない？ルミちゃん、こんばんは。うふふ、こんばんは。どんだけノリええねん。今日も熱く激しいのが見られるかしら。エッチな感じで言うな。見られますわ。どんだけノリええねん。今日は中央アルプス1000人とか言うとったね。これ仮にセラフ部隊帰りたくなったらどうしたら帰れるんだろうね。おお、白子先に来てたか。今日からよろしくな。仲良くやっていこうな。よしよし。無限に噛まれそうになる。無限に腕が曲げそうになる。何度繰り返すんだよ。そろそろ学べよ。私、白子さんに嫌われてますか？威勢のいい挨拶って言ってたろ。すごい牙向かれるんですが。牙向かないと威勢のいい挨拶できないだろう。おたまさんわざとからかってますね。そもそも威勢のいい挨拶必要ですか？おたまさんに覇気がなく感じたんだろう。これから任務だし気合入ったろ。目だけはやたらと覚めましたが。
お風呂でいい感じの曲なんですか？さっきの曲はナッシングでナッシングなんですか？そうそう、それが白虎の狙いさ。なんかいいかね。お前もシャキッとせー。してる。七瀬がこいつら大丈夫かみたいな目で見てるじゃねえか。いえ、ぼーっとしてただけです。大丈夫かよ。やべ、私がこの軍大丈夫かみたいな目になっちまった。では本日の基礎駒調査任務についての説明です。松本拠点から南西方向にある中央アルプスを縦断する行軍路となります。宇津木岳、安平寺山を抜けてすりこぎ山までとなります。ここ一帯の安全が確保できれば、中津川、多治見方面から名古屋までのルートが確保できます。フラットハンドが討伐されたため統制された敵は存在しませんが、未調査地のためルートの事前情報が少ないです。注意してください。基礎駒か。行ったことある？オーケー、やってやろうぜ白虎。曲なんかあるかな。お風呂で聴くんやったら、静かな曲やったらあれやもんね、聞こえんもんね。静かな曲でよければSS だけでよければ、この前も言ったエメとかですよね。あれ、これでいっちゃう？アンブロークン。ヒールチップとかいらん。これで OK。出撃。静かでもいい。サビ以外クソダサいヒップホップ聞きます。よし、進んでいこうか。なんだそれ、そんな曲があんの？慣れるまで中衛にいてくれ。スジさんはエメの曲だとなんだっけ、曲名が出てこない。相変わらず賢いやつだな。なんだろう、でも暗い曲ばっかりなんだよね、エメの曲で好きな曲って。どうする？トーンとかなんだろう、なんて名前だっけ、あなたに出会わなければだっけ、なんかよくわかんないな。まだやり足りぬ。やめとこやめとこ。わーい、とつとつとつだ。全然だな。雪山、木曽駒。何？木曽駒って山なの？イルエンハンス。レッドオペレーション。みんな攻めて。バトンは受け取ったよ。お前らも捨てろ。欲しいわね。そう、いいよいいよ。いいよいいよ。お腹が鳴る。お腹が鳴るわ。木曽駒ヶ岳、途中までロープウェイで行けます。怒らせるとそうなんだ。
すじさんロープウェイちょっと怖いから無理かな。なんか落ちたらどうしようとかなっちゃう。あれはなんだ。無駄な心配しちゃうからね。怖くて乗れないわ。高いとこあんま得意じゃないからね。総員停止。山頂だし現在地を確認しよう。今は木曽駒ヶ岳山頂だな。あっちに建物が見えるけど何かしら。木曽駒ヶ岳神社だな。建立は室町時代だぞ。おえそんな昔に山頂に神社を建てるなんてすげえ根性だな。根性だけで立つか技術にも驚けよ。じゃ、私はドローンを飛ばしておく。ちょっと待っててくれ。了解。他は周辺警戒しつつ、そこで写真撮った。ここ行ったんだ。任せておけ。うっさいわ。オーケー、完了した。よし、進むぞ。最近もうお腹が空いて仕方ないんだよね。戦闘開始。どうしよう。でも暴飲暴食に気をつけろっておみくじで出てたからな。どうしようかなって感じよね。光と切る。オッケー。そういう場合はこうでしょう。みんな攻めて。鬼に金棒。雪山だったからそこで雪にシロップかけて食べた。大丈夫な。雪ってなんか汚いイメージあるけど大丈夫な。雪なんて食べて。ヒーリングリカバーするほどじゃないもんな。わかったこうだな。勝てー。もう弱音なんて吐かない。どうしたおたまさん。フルブレイカーまだ使えねえのかよ。まだやり足りぬ。平気雪は誇りに結晶化するって言うけど平気めっちゃなんか嫌だな。嫌だなそれ。違う。こうだ。これでなんとかならない？私に任せろ。一気火星ね。やらない。どっちの言いだ。チャンスだ。それやれねえのマジ？とどめさせてほしかったな。これでいけるんじゃない？よし。アイテム取っとかないと。何かありますよ。バトルレポートか。まああって損はないけども。私らこいつもやれるぞ。か。こいつどうしたらいいんだっけ。攻撃してきた。
逃げてしまった。さよなら。諜報員を敵に回すとこうなるの。お腹すいたな。ご飯ちゃんと食べたけどな。なんでだろう。食欲旺盛なのは悪いことではないけど。花崗岩がむき出しになってるんだよ。風化して脆いところもあるから気をつけろ。死角が多いし足場も悪いからちょっと速度を落とすか。お腹。ユッキー、そろそろドローン飛ばしておいて。了解。みんなは周辺警戒よろしく。どうなんだろう。まあ別に冬は太ってもいいけどね。スージーは冬は太るの歓迎派なんよね。なんか太った方がさ寒くなさそうや。脂肪つける、つけたいけど。完了した。よし、進むぞ。最高じゃんって感じよね。晩ご飯たくさん作るのもそれはそれでって感じやしな。もうアイテム拾うのもめんどくさくなってきた。戦闘じゃ。やるしかなさそうね。とつ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 。攻撃のやつ持ってないもんね。これってさ、こっちはトツじゃないの。こいつがトツなだけよね。そしたらターゲットは別に誰でもいいんだけど、こうしてこうしてこうしてこれでなんとかならない？こいつはありがてえ。君が勝手ね。怒らせると怖いよ。この流れに乗ろうぜ。よし、チャンスだ。こうしたらエンハンスいるかな。エンハンスいる？そもそももらった。わしもやりたい。ちゃんで後編でゴールドホッパー出てきてくれるとホッとする。なんで？はい。雑魚的にフルボッコにされながら命からがら逃げていったのでそうなんや。さっきまで岩地だったのにね。道が見えませんね。まあまあ、ユッキーも完璧じゃない。間違えることもあるさ。みんな戻るぞ。間違えてねえわ。この藪を進むんだわ。この中を？この辺は群生してる笹がずっと続くんだ。おい、戻ろうとしてる奴ら帰ってこい。セラフで吹っ飛ばしちゃっていい？この辺のキャンサー全部引き寄せる気か。囲まれて下手したら全滅だわ。じゃあ足元が見えないから一列で少しずつ進むとするか。白虎どうしたの？もしかして先導してくれるのか？すごいわ。藪をかき分けて倒してくれてる。白虎ありがとな。ワックスつけてんの忘れて帽子かぶった時なえるよね。リンゴジュースと思って飲んだら緑茶やった時くらいなえるなんでせっかくセットしたのにみたいな、そういうことすると帽子にワックスつくからみたいなこと。尾根を越えて下りになってるからもうすぐすりこぎ山山頂なんだが、藪が深すぎて周囲が確認しづらいな。一回高台に出て周辺確認に出るか。敵です皆さん。なんだこいつ。
総員戦闘態勢行くぞ。変な形。せっかくセットしたのにの方なんだ。クブルですがやります。うわー、誰もいない。誰もいない。しかもせっかく貯めたやつゼロからのスタート。マジ？もらそこだそこだ。段階だからね。はい。ほらよ。よっ。みんな冷静にな。最初に貯めるだけ貯めるか。おお、強い。いや、待って、こっちのこっちでリカバーしてヒルエンハンスかけちゃおう。みんな攻めて。使わせてもらうぜ。生き返る。ほらよ。ミス。そっか、あれがホーンってなってるから。これでヒルエンハンスもう一回かける。これでなんとかならない？使わせてもらうぜ。大丈夫ですか？何これ、すごい。もう弱音なんて吹かない。一旦下げる。これまあいいか。本用マーク、私すごい。ざっとこんなもんだぜ。まあまあのダメージですね。私らならやれるさ。交代交代。もらった。当たる。段階だからね。もうちょっと。もらった。ここじゃ。そこだ。もうちょっと。まだやりたい。エヴァで出てきそう。これエティフィールド展開しそう。やるしかなさそうね。はいこっちやな。ジュース肌のお手入れね。それがない。ロックスター。うわうわ、派手なの行くからあとは頼んだ。そうだ。あげよ。ロックスターに続きのパンティングをあー、やっぱ強い。想定通りに排除完了っと。倒せました。皆さん大丈夫ですか？まあ見ての通りだが。周辺に敵はいませんか？どうしたおたまさん。それもなし。あとは山頂まで登るだけだ。あと少しだ。頑張っていこうぜ。おたまさん、そんなに今まで気にしてたか？この衣装のカレンちゃん強いね。スーツのカレンちゃんね、めっちゃ強いよね。やっと着きましたね。結構長かったな。足場も悪かったし。名古屋はどっちなのかしら？南西方向だよ。まだ見える距離じゃない。あれって何かな？どうしたの？遠くに見えるの白くてキラキラしてるけど。
なんだろう、またでっかい敵がいるの？双眼鏡を貸してくれ。あよ。おいおい、マジかよ。何が見えるっていうの？名古屋というかノービ平野全体が砂漠化してるみたいだ。そんなことある？ちょっと待ってくれ。計算する。何の計算？ざっと計算しても 50km 以上先まで砂漠ってことか。信じられないな。そこを進まないといけないってこと？なんでそうなっちゃったの？全然思いつかないが、キャンサー以外に原因があるとも思えないな。余計なことばっかりしやがるな。工程は全て終了したから一旦基地に戻ろう。砂漠で円川君を裁く。爆笑爆笑。了解。何言ってんだ。何を平野地理で習ったけど見たことない。習ったけど見たことないとこなんていっぱいあるでしょ。砂漠かね。迂回して京都を目指すとかは？京都にアプローチするルートは濃尾平野を抜けるか、北陸を迂回して敦賀から南下するかのどちらかね。とてもじゃないけど北陸ルートは効率が悪すぎるわ。 31A は引き続き砂漠地帯を調査しなさい。砂漠言われてみると見たことあるところの方が少なかったわ。そうでしょ？了解。とすると白虎は 31A から外した方が良さそうね。は？なんでさ？虎に砂漠地帯の長期行軍は不可能よ。そうなんだ。動物なんだし人間よりは向いてるだろ。白虎が1日で飲む水が問題なの。補給で持ち運べる量じゃないわ。食料もかなり多くなるから作戦行動としては不向きね。そうなの？白虎。残念そうにしてる。そういうわけだから 31B の他の隊員から選び直してもらえない？了解。誰かいるかな？適任なの。砂漠得意よみたいなやつおらんやろ。31B はアリーナに呼び出してあります。司令官も先に行って待っています。司令官さっきまで一緒に話してたのに。皆さんも合流してください。ナナミンの言う通りアリーナに向かおう。司令官どうやって先に行ったん？白虎さん。それで急遽呼ばれたってわけか。白虎も運がねえな。すごく申し訳なさそうにしてるにゃ。白虎がそう思う必要はない。まさか砂漠だなんて誰も想像がつかないよ。ラクダタイプの人か。この中にいるラクダタイプ。一日だけでも一緒にいられて楽しかったぜ。よーしよしよしよし。元気になったにゃ。よかったよかった。前があるから暇な時電話してって言われたけどね、もちもちしようって言われたら別れます。なんでダメなの？寝落ち通話で、私らの誰かが 31A に入りゃいいのか？切り込み隊に私なんか足を引っ張るだけ。状況は平均的な威力偵察の遭遇戦よ。 31A は今までの実戦で培った連携を生かし最速で戦いなさい。手加減する必要はないわ。了解。あ、私が前に出る。ユッキー、中央で状況把握と追加攻撃よろしく。了解。カレンちゃんとタマさんは左右から私に合わせて。了解です。いいだろ。スカサッチはフォロー。でも隙があったら仕掛けて。寝落ち通話はいわゆる好きな時に寝たいそういうタイプね。じゃあ
まずイチゴからが。ユッキーの前で中衛に構えて追加攻撃をよろしく。ついてきてくれよな。まあついてこれるのはイチゴかスモモかぐらいやな。任せな。行くぜ。イチゴ遅い。危ない。あ、後ろから砲撃が。悪いがもっとタイミングを早く取ってくれ。了解。仕切り直すと11時に敵左から来るぞ。回避。了解。イチゴ攻撃に合わせて支援してくれ。了解だ。待て待て、どの隙間で支援するんだよ。今なら国見とカレンちゃんの間だな。あの二人来る前提で車線開けてたぞ。マジかよ、気づかなかったぜ。きちいな。あいの頃は家の電話だったんだよな。家の電話じゃ寝落ち通話はできないね。こんなところだ。悪かねえけど雑魚相手だからな。強敵だと手が足らなくなるかもな。あの頃と全然違うじゃねえか。どれだけ強くなってんだよお前ら。お前らの攻撃が一回私の鼻先をかすったぐらいだからな。殺し屋が殺されるかと思ったぞ。エミュレーターとはいえあれを軽々とこなすってんなら、実戦でもあのタイミングで連撃するってのか。まだ余力は残してるからもうちょい早くなるかな。ほら5人だと手探りなところもあるから。マジかよ、これよりも早くなるってのか。連携と速度から生み出す火力が私らの生命線だからな。連撃で敵に反撃する間を与えず一方的に倒す。そうやって戦ってきた。いちごさん、もし 31A に参加して明日から実戦と命令されたらどうする？きちいね。お断りだな。再訓練もなしにあのスピードについていくのは自殺行為だぜ。そうね、賢明ね。ダメだったか。次はスモモよろしく。スモモは姉さんみたいにはならないのに。スモモは前衛だからカレンちゃんと私の間で連撃に参加して。他のみんなは前回通りでやってやるにゃ。と任せるにゃ。タイミングが違う。スモモ避けろ。よっしゃー。にゃに、当たるところだったにゃ。まだ遅いぞ。もっと踏み込んでギリギリを狙うんじゃ。やるにゃ。どうなんだ。なんでにゃ。こうなったらやめろ。もういいんだよスモモ。あん時みたいになる必要はねえ。戦うために生きるな。生きるために戦え。姉さん、わかったにゃ。スモモにも無理にゃ。お前らすごいのにゃ。次はヒイラギ頼むよ。さっきの見てたよな。タイミングを合わせてくれればいいから。殺し屋が無理なのできるわけないよと思っちゃうよね。うちのパーティーならスモモはエース。そうなんだ。やってみます。うちはカレンちゃんとスカサッチ2人いたら最強みたいなとこあるから。いちごちゃんいいこと言うやんけ。戦うために生きるなんて。そりゃ私らがダメならヒイラギもダメだわな。せやな。言ったじゃないですか。足を引っ張るだけって。これは時間がかかりそうね。連携のパターンを一から作り直す覚悟が必要だからな。さすがに一朝一夕には無理だ。うちのエースは自分自身です。自分自身を信用してるので。どうやって戦うよ。フラットハンド3番っす。こんばんは。そんな状況で前線に出撃するのは難しいよな。分かったわ。状況を整理するから 31A は司令官室に集合しなさい。はあ、了解。どうすんの？結論から先に言うわね。
今は5名で出撃してちょうだい。まあそれが無難やね。いいのか？戦力自体は落ちてるんだぞ。確かに泉さんの言う通りだけど、人類に有利な状況はそう長続きしないのよ。キャンサーは空白地域ができると、一定期間後、地域を奪還する行動に出るわ。そうなんだ。司令部は経験則でそれを把握している。31A の再編成は相応に時間がかかるわね。おそらくキャンサーの反撃までに間に合わない。理想はキャンサーが攻め込んでくる前に、プロトタイプの発電ユニットを奪還し、名古屋方面に前線基地を復活させること。羊、俺だよ俺、元気？羊さんこんばんは、晩成。俺だよ俺って、あれ羊さんなんて、羊さん？はじめましてじゃないの？元気ですよ。確かに、フラットハンドを倒して、中部地方は敵の圧力が減ってるって言ってたな。そう。でも、基地復活を叶えるためには、最前線となる地域の偵察や敵の把握なども必要。未捜索地域への強襲偵察、単独行動ができるのは、今や 31A だけなのよ。他の部隊はどうなの？今までは 30G が担っていたのだけど、月城さんがまだ復帰できていない状況だから、すぐには無理ね。それこそ 31A より時間がかかりそう。モナニャンそんなに。それに、あれなんだ。31C 以下の部隊に、中部以西の地域を単独行動できる戦力はないわ。中部地方って特になんもないよね。北陸地方へのアプロ知らーチでんけど、複数部隊での作戦ができるほど人的余裕もないしね。動けるのが私らだけってことか。31A は名実ともに作戦の中核を担っているのよ。ここで出撃してもらわないと今後の作戦進行に支障が出るわ。そういった理由から5名での出撃なの。厳しい条件で悪いけどお願いできるかしら。そこまで言われたらやるしかないけどさ。けど何？もしめぐみんがいてくれたら。平手さん怖いって。いや、結構そんなこと考厳しいよね。えちゃいけない。あ、でも確かに他に任せられるほどやります。他が戦力が高いわけではないんだよね。ありがとう。グミンつながりでヒグミンで良さそうなんだよね。お願いがあるのですが。期待されたら断らないやんけ。ポキ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 がめっちゃ不安なんだけど。珍しいわね。国見さん、何かしら。めぐみさんの電子軍人手帳を預からせてもらえないでしょうか。なぜ？なぜ？めぐみさんが戻ってくるまでずっと待つって決めたんです。その時に渡せるようにしておかないとめぐみさんは戦えません。これからも厳しい戦闘が続くと思いますが、めぐみさんに渡すために必ず生きて帰ります。なのでどうか預からせてください。なるほど。明日たまちゃん誕生日らしいで。あ、そうなの？それは 31A の総意なの。国見玉の意見は11月1日なんだ。 31A の総意であります。持ち主を失った電子軍人手帳一つで 31A の生存率が上がるなら司令部にも有益であります。しょうがないわね。一定期間貸与という形で国見さんに託すわ。ありがとうございます。言ったからには生きて戻ってきてもらうわよ。大丈夫よ。生きて戻ってくるよ。待ってくれていたんだ。ああ、気になってな。5人で出撃することになった。すまん。結局力になれなかったな。いろいろありがとう。あたしらなら大丈夫だから。そう言わせるのも申し訳ねえな。確かにね。いや、ほんと。うちらめっちゃ強いから。それは確かに。じゃ、頼んだぜ。お願いします。ああ。じゃあ、白虎とはここでお別れだな。短い間だったけどありがとう。
白個だったらついてこれるんだね。大丈夫だから元の舞台に帰りな。よーしよしよし。噛まれるところだった。腕がもげるところだった。完全になくなるところだった。元気出せって言ってるにゃ。今飛び跳ねたのに飛び跳ねられるほど元気なはずなのに。本当かにゃ。おたまさん、やっぱ心は弱ってんの。見透かされてるんじゃん。そうでしょうね。フリータイム。誰もいない。優しさが足りない。いつの間にかクレイジーの方が上になってる。優しさをもっと、優しさどこ？優しさどこ？優しさ。ナービー広場。ナービー広場。めぐみんがいつも瞑想しとったところやね。ナービー広場に来たけどどうしようかな。優しさと切なさと何をしようかな。糸井何重里何ナービーと瞑想してみる。一緒に瞑想すれば何かを感じ取れるかもしれない。お、行っちゃった。結局何も感じ取れなかった。次クレイジーあげないといけない。今日はこれで帰ろう。でもクレイジーあげれないからな、なかなか。お腹がめっちゃ空いてる。どうしたらいいんだ。あんなこと司令官に口走っちまったけど。糸井重里。よかったかな。誰ですか？もちろん気持ちは同じよ。里つながりでして。まあそれはなんとなくわかりましたけれども。ぶつけられたらな。私のわがままかと思ってましたが。有名なギャグ、そうなの？よかったです。タマさん、その伝承大事にね。それは壊すなよ。もちろんです。肌身離さず大事に持ち続けます。めぐみんが帰ってきた時に「すいません壊しました」じゃ話になんねえかな。あ、めぐみんの方に切り替わった。キャンサーの支配によりノービ平野は砂漠化していた事実が判明しました。ですが必ずセラフ部隊は苦難を乗り越えます。中部地方の奪還に向けて期待が持てます。愛しさと切なさと糸井重里っていうか歌人類の聞いたことないよ。そんなの応援しましょう。次回予告。明日は砂漠の偵察任務をお楽しみに。いや絶対行かないといけないやん。嫌なんだけどちょっと一日休暇を挟ませてもろてって感じやんね。おいたまー言われるやろうね電池を壊してたらね。砂漠かて行軍大変やないか。心配になるよね。帰ってきてもいいんだよ。ほな帰るで。今日も面白かったね。そうね、結局娯楽として見てるからさ、なんかあんまりあれをね現実味を帯びてないっていうかさ、ほんと楽しかったねっていうのんきな感想しか出ないっていうね。10時半だからここで終わっとくか。いただきます。はい、よく噛んで召し上がれ。やっぱり私ってお母さんということで本日はこの辺で終了したいと思います。まだ火曜日だからね、早く
早くお休みになんないかな。ということで皆様、また次回をお楽しみに。おやすみ。